で今回ね、下腹部の脂肪吸引からのハイブリッド呼吸をやっていくんですけどね、なんかやろうと思ったきっかけあります？ここが目立ってた。最初あれですもんね、お腹がメインでしたもんね。なんで、ちょっとごめんなさい、横向いてもらっていいですか。ここやっぱりここから見た時にね、ここちょっと出てる感じ、あとやっぱり下腹部が一番、男性も女性もなんですけど、やっぱり落ちにくいところ、あと二の女性だと二の腕なんですけど、男性も女性も共通して落ちにくいところってやっぱりここだと思うんですよ。だからここをしっかり取っておけば、脂肪筋はリバウンドがないっていうのが一番いいところだと思うので、ここ細い方なのでしっかり取っておけば、もうなんかよほど30キロとか20キロ太らない限りつかないと思うので、そこはいいところかなと思いますね。で、脂肪はあんまりないんですけど、ちょっとできるだけ頑張って取って注入していくので、それでカバーしようかなと思いますね。お胸はどんな感じにしたいとかありますか？自然がいいです。なんか一番いい感じにしといていいですか？はい。じゃあちょっとここが少し、脂肪が少ないところで、ここはしっかり取るんですけど、ここはあんまり取りすぎるとへこんで見えるので、ちょっとグラデーションをかけて取る感じで、若干この辺もちょっとそういう感じで取らないと、ここだけ取ってガコンってやるとなんかへこんで見える可能性もあるので、そこは注意してやりますね。膝と1箇所でいいんですけど、どっちがいいですか？どっちでも。どっちでもいい。あとおへその中ですね。綺麗なんで、ここも1箇所で、シリコンバッグでやっぱり一番シリコン感が出るのっていうのは正中部分ですよね。だからその正中部分に脂肪量が多分少ないと思うので、できるだけ一番最初の脂肪量でも少なく見える場所に一番多めに入れてあげる。あとはちょっと入れたり全体的にやってあげるとシリコンに馴染める。ちょっとそんな感じでやっていきますね。もうね、今シリコン入れ終わったので、あとは脂肪注入ですね。で、この方結構全体的に繊維質で硬かったので、剥離も脂肪吸引も大変だったんですけど、ただ小さいサイズで入れてるのでね、そんなにシリコンが浮き出た感じは出ないと思うので、このデコルテと、あと外側、あとはシリコンの周りをしっかりと脂肪でコーティングしていきます。術後3日目です。動画で見た感じの内出血はすごいんですけど、全然比べるといい方です。痛みも全然なくて、ちょっと脇腹のこの部分は痛いんですが、これに問題なく綺麗に仕上がっている感じがしています。術後4日目です。ちょっとここら辺が黄色くなってきました。触った感じが前日と違い、ちょっと柔らかくなった感じがします。下の方はまだちょっと内出血がひどいです。完成が楽しみです。ではお腹の脂肪筋、下腹部からですね、でハイブリッド呼吸1週間と大変でしたよ。大変です。痛いですね。痛いです。体重4キロ増えた。はい。ちょっとね、むくみとかも出やすいんですけど、4キロ増える人は結構珍しいですけどね。シリコンバッグの重さが大体 200g ぐらいなので、なんだろうな、ちょっとむくみやすかって水分が今もしかしたら貯留してる感じかもしれないですけどね。ちょっと足とかもこうむくみとか出てるので。ただ施術によるものだったら、1ヶ月ぐらいで治っていくので、もしかするとちょっと動かなかったことによって普通の食事摂取カロリーが多くなって動かないことで消費カロリーは下がって相対的にカロリーが多くなってちょっと上がったっていう場合もあるかもしれないですけど、そんな一気に多分4キロも上がらないので、おそらく多分むくみだと思いますけど、ちょっと様子見ていきましょう。今のところバストとかは結構経過いい感じだと思うので、ちょっと引き続きお願いします。はい。術後1週間と2日です。内出血もだいぶ引いてきました。脇の傷がちょっと痛むぐらいで、その他の症状は割と大丈夫です。じゃあ、ハイブリッド呼吸1ヶ月ね、だいぶ痛みとかは大丈夫？全然大丈夫です。もっと滑らかになりますから、でこう打ってなんかすごい綺麗な配置に1ヶ月でこれぐらいだったらかなりいい感じ仕上がるので、ちょっと経過見て、お腹は今が一番拘縮っていう方にはまっていくなので、滑らかになるのと、ちょっと傷テープ貼っててテープかぶりしているところは受けてもらって大丈夫。なんか気になることとかありました？この1ヶ月。いや、傷がちょっと赤くなったら怖かったぐらいで。こっちね。全然むしろなんかすごい綺麗で、1ヶ月でこれだったらかなりいい感じだって、経過は良好かなと。他は大丈夫。大丈夫。じゃあまたね。